ってすると二重に、多分先生に怒られない程度の色はピンク色の段、ピンク段みたいな。皆さんこんにちは、りさです。普段は服飾の専門学校で服を作っています。今回は女子高生に向けた文化祭や体育祭などイベントのメイク、そしてヘアアレンジの動画にしました。それでは皆さんどうぞ。一番最初にクチュールアップブライトアップベースを下地として塗りました。目のクマと小鼻の赤いところとここら辺ニキビが多いのでそれを重点的に塗るのと、あとは全体的に肌のトーンを白くするために全体的に塗りました。次が RMK の UV リクイドファンデーションを塗りました。このファンデーションはすごくカバー力がいいのと、あとは夏とか汗冬とかでもかいちゃう時とかにサラサラするし、でもカバー力もあるみたいなファンデーションです。でこれを私は下地だけだとここら辺の毛穴とかがすごい気になってしまうので、ここら辺に塗ってポン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 とこするんじゃなくて上からトン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 する感じでつけました。次が RMK のコンシーラーです。スーパーベーシックリクイドコンシーラー N です。これをなんでつけたかっていうと、赤い色素沈着がここにできてしまって、でそれをなるべく目立たせないようにするためにここに重点的につけたのと、あとはここら辺のニキビがちょっと赤くなってしまっていたので、それを隠すためにちょんちょんちょんと塗って上からこするのではなくて上からトン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 ってやって伸ばしていきました。次がベビーパウダーです。これを塗る時の注意点なんですけど、たくさん取って最初にパフパフすると顔に乗るんじゃなくてどんどん気管に入ってしまうので、パフパフするんじゃなくて最初に取ってからトン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 ってしてからちょっと伸ばしてポン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 ってやっていくと気管に入らずにむせずに済むので、これを塗るときは落ち着いて塗ってください。次はアイブロウと涙袋に使ったメディアアイライナーペンシル A です。私は今回おでこを上げるメイクをしたのでちゃんと眉毛を描きました。で描く時のポイントなんですけど、私の場合なんですけど、ここの目頭側をこうやって描いちゃうとのりが張り付いたみたいになってしまうので、もしこっち側を描くにしても輪郭をこうやって描いて、で真ん中をこっち側目頭側は塗りつぶすんじゃなくてこの輪郭をなぞってからそれをぼかす感じでやるとあんまりこっちが濃くなりすぎずのりが張り付いたようにならないので、そうやってやってみてください。でこっち側は細く一本一本植えるように描いていくといいと思います。次にアイビューティーフィクサーで二重を作りました。二重を作る時に私のやり方は特殊みたいで、こことここを目頭と目尻の二重になってほしい線の延長線上をこうやって押さえて、で目をあまり開けてない状態で押さえて目をカッてすると二重になることに途中から気づいて、私は逆にこれしかできないです。よくアイプチについてるやつでは絶対にできないんですけど、これだとすごいうまくいきます。付属の枝みたいなやつでできない人はこれのやり方を真似して何回かやったら多分できるようになると思うのでぜひやってみてください。次にリップを塗りました。このリップはすごい保湿もしてくれるし色もつけてくれるので、こういう文化祭とか体育祭とかじゃなくても多分先生に怒られない程度の色はつくかなって思います。ただちょっとベトベトしちゃってるので少量つけて指でぼかして指についたやつをほっぺとかに塗ってチークっぽくしたら普通の学園生活でも使えると思うので安いですしぜひ買ってみてください。次にアイラッシュグルーグラマラスでアイプチで作った線の方を強化していくためにつけまののりで線のところに1本薄くシャッと引いて、また今さっきみたいに目頭と目尻を押さえて目を開けて、であとその他にちょっと形が気になるなっていうところとかを指でつまんで直してって修正しました。次がメイベリンのスーパーステイリップを塗りました。これは普通に塗ると海外のハリウッド女優みたいなパッキリした唇になってしまうので、今回はあんまりここを派手にしすぎちゃうと舞台メイクみたいになってしまうので、唇で押さえるみたいな感じでぼかして使いました。少量を下唇にトントントンってつけて下地に塗ったメンソーレタムのやつ
とぼかす感じで使いました。そうするとなんかいい感じに紫色のちょっとほんのり薄いリップみたいな感じでできます。次が、リブビューティーラメマスカライナーを使いました。これは家の近くのドン・キホーテで購入したものなんですけど、こうやって見てもらったら分かるんですけど、割とギラギラピンク色になっていて、マスカラにも使えるしアイライナーとしても使えるし、私は今回涙袋のところに入れたんですけど、涙袋に入れる時にも筆が細くなっているのですごいやりやすかったです。体育祭とかイベントごととかにすごいおすすめなので、ぜひ探してみてください。多分ドン・キホーテにあると思います。次が TM カラーアイライナーローズピンクを使いました。今回のテーマカラーがピンクなんですけど、私の今回のメイクのイメージが体育祭ピンク色の段、ピンク段みたいな、なんかそういう色で体育祭って分けると思うんですけど、でそれのピンク色の女の子をイメージしてやったんですけど、全体的にピンクを散りばめさせたくて、で目にもちょっとアイライナーで引いたら可愛いかなと思って、ここの二重にした二重幅の3分のこっからここ目を3等分した時に3分の1らへんをシュッて引きました。で割と発色がいいので、少しやるだけでも綺麗に発色してくれるので、少しだけ塗るといいと思います。次が K パレットのアイライナーです。アイライナーは私こっち目尻側しか塗らないんですけど、2ミリくらいシュッてちょっと猫目になるように仕上げました。ほっぺたにつけたこの宝石、これ100均で売ってるんですけど、何個入りくらいだろう、これの2倍くらいで100円で売ってます。これをつける時の注意点なんですけど、アイプチの糊、つけまの糊で裏に糊をつけて乾かしてこうやってくっつけると割とちゃんとくっついてくれるので、なんか無理に例えば木工用ボンドとかでやると肌がすごいことになってしまうので、つけまの糊がすごいおすすめなので、こういう大きなものをイベントごととか例えばフェスとかでつけたいっていう方はつけまの糊をつけるっていうのを参考にしてみてください。ラメなどをここにつけたんですけど、ラメとか小さいものをつける時にはストーンとは違ってこの乳液、あとクリームとかをここにつけたいところにつけてもらって、そしたらなんかちょっとベトベトするんですけど、そのベトベトすることによってこのラメがくっついてくれるんですね。ただこっちのストーンのやつとは違ってあんまり吸着力というかちゃんとくっついてはくれていないのですぐ取れてしまうんですけど、つけまの糊でつけてしまうとラメとかをそこのなんかダマになってしまいがちなんですね。こうやってつけまの糊をここにつけたとしたら、なんかつけまの糊をたくさん多くつけてしまったところにだけたくさんラメがついてしまうので、もしこういうラメをほっぺとかに全体的にふわってのせたい場合はクリームとか乳液とかをなんか伸ばしてもらって、指の乳液とかがついてない手でラメをこうやって取ってもらって、それをチークを塗るみたいにこうやって置いていってあげるといい感じにつきます。髪型なんですけど、このカチューシャは100均に売ってる黒い土台のカチューシャを買って、その上にグルーガンとかでこの大きいラメみたいなやつも100均で売ってるんですけど、そのラメをカチューシャの土台にもうひたすらつけていって、隙間とかにこういうのをつけたりとか、あとはパールとかもグルーガンすごいいろんなもの何でもつくのでつけて、自分の好きなものをたくさんつけていくとなんか自分だけのカチューシャができると思うので、土台を買ってグルーガンでたくさんつけたらもう何でもつくと思うので、ぜひ皆さんのカチューシャを作ってみてください。あとは髪型なんですけど、ここに2つお団子を作りました。でお団子を作った理由なんですけど、ここに風船が刺さっていると思うんですけど、この風船を刺す時にお団子がないと刺せないんですね。これどうなってるかっていうと、ここお団子のところにこうやって刺さってるんですね。串をこうやってお団子があって、これが風船だとしたらお団子があって、この中に刺して固定するみたいな感じでついてます。でなんか他の風船とかじゃなくてペロペロキャンディーとかをやりたい時もこうやって刺す感じでやったらつきます。ただちょっとあんまり頭を振りすぎるとちゃんと固定されてない場合だともうすぐポロッと取れてしまうので、もしなんかアクティブに動く感じの場面でこれをやるときは刺すだけじゃなくて、その後にアメピンとかでこのお団子をもっと強化するとかしてつけてあげてください。であと髪型の布がた
たくさんついてる髪型についてなんですけど、本当はたくさん巻いたりとか毛先を巻いたりとか三つ編みとかをたくさん作って、その三つ編みの間にこの布を通したりとかすると割と強度が増すんですけど、私はちょっと今回この髪がウィッグなのであんまり細かい三つ編みができないので、今回結ぶだけにしました。で結ぶだけでもこんな感じでボリュームが出てくれるので、こういうオーガンジーのキラキラした布とかはフェスとか文化祭とか体育祭とかにすごい使えると思いますし、一枚一枚安いのでもしよかったらやってみてください。あとこのリボンなんですけど、インスタグラムでなんか超過こういうやつをしてる女子高生投稿を見たので、それをちょっとイメージしてやってみました。これだけ頭とかいろいろすごいことになってるのに首元だけ何もないとちょっと寂しいかなと思ったので、何かこういうなんか柄のついたリボンとかを巻くだけでも可愛らしくなると思うのでやってみてください。上のトップスについてなんですけど、体育祭をイメージして今回メイクをしたんですけど、体育祭で私ピンク色ではなかったので、ピンク色の T シャツで体育祭のメイクに使えるやつを選んできました。割とストレッチが効いてて、動きやすくていい感じで完成しました。こういう布とかをたくさんつけることによってなんかキラキラとか誰よりも目立てると思うので、文化祭とか体育祭とかで目立ちたいっていう子はこれを真似していただけるといいなって思います。このカチューシャなんですけど、いろんなものをつけてるだけなので案外割と簡単なので、今後イベントがあるよとか、体育祭目立ちたい、3年生だから可愛い写真をたくさん撮りたい、インスタ映えな写真撮りたいっていう人は、自分のチームの色、例えば緑とか青とかいろいろあると思うんですけど、そのチームの色に合った小物とかをたくさんグルーガンでつけていくだけで可愛くなると思うので、ぜひやってみてください。私は普段服を作っているんですけど、それの作品撮りなどをインスタグラムに上げているので、ぜひインスタグラムのフォローをお願いします。可愛いパティーンでは他にも可愛らしいメイクがたくさん上がっていると思うので、その動画もチェックしてみてください。ぜひチャンネル登録してください。私の動画も上がってるので見てくださいね。じゃあねー。